らっしゃいませ。まいさん、こんにちは。今日はここでお買い物？はい、近くに用事があったのでまいさんいるかなと思って寄ってみました。あら、ありがとう。私これから事務所に戻らないといけないんだけど、ゆっくり買い物していってね。また今度お家に遊びに行くね。ぜひ。ちょっと進路のことでご相談したいこともあるので。あ、そうなんだ。じゃあ今度の土曜日に遊びに行くよ。ありがとうございます。じゃあ今度の土曜日に。あ、まいさん、こんにちは。やっほー。この間進路のことで相談があるって言ってたけど、よければ相談に乗るよ。はい、最近学校の友達と進路の話をよくするんですけど、アルバイトをしている友達がいて、その子が卒業してもアルバイトを続けて空いている時間は旅したいって話してくれたんです。その子旅がすごく好きで、だから正社員にはなりたくないって言ってて、なんでって聞いたら、正社員だと責任が大きいし、忙しい時は残業とかありそうだから、そうすると自分の時間が減るじゃんって。その時はへえ、そういう考え方もあるんだって思っただけなんですけど、でもよく考えてみると、私アルバイトとか正社員とかどういう働き方の違いがあるか知らないなって思って。まいさんは今働いているスーパーでは正社員ですよね。でもその前は同じお店でアルバイトしてたじゃないですか。なんで正社員になろうと思ったんですか？ふむふむ、そのあんちゃんのお友達、なかなか面白い価値観を持っているね。私の高校の友達にもそんな子いたな。私が正社員になった理由ね。いろいろ理由はあるんだけど、一番はもっと責任のある仕事をしてみたかったってことかな。お友達が言うようにね、正社員になるとアルバイトの時よりも自分の責任が増えるんだ。責任が増えることをめんどくさいって感じる人もいるんだろうけど、私の場合は責任が増えるってことは自分ができることとかやらせてもらえることが増えるんだって思うんだよね。そうするとすごくやる気が湧くの。アルバイトの時は指示されたことをしっかりこなせばよかったけど、正社員になるとまずは任されたことをしっかりやっていく。それで自分ができることが増えて周りの人に認めてもらえたら、もっと責任の大きい仕事ができるようになるかもしれないんだ。へえ、まいさんってチャレンジ精神がすごいな。ちなみにその他にも理由って何かあるんですか？そうね、他には在留資格のこともあったね。在留資格のことっていうと、私の場合両親と一緒に5歳くらいの時に日本に来たんだけど、日本にいるための在留資格っていうのが家族滞在っていう種類だったの。家族滞在の在留資格だと、出入国在留管理局、通称入管から資格外活動の許可をもらうことで、1週間のうちに28時間までなら仕事ができるから、スーパーでアルバイトをしていたのね。でも家族滞在の資格のままだと1週間につき28時間を超えて仕事はできないから、好きな仕事に就くのが難しいし、だから正社員になって在留資格も変更したいって思ったんだ。私の場合は日本で小学校、中学校、高校を卒業して今のお店から正社員の内定をもらったから、在留資格は定住者に変更することができたよ。へえ、在留資格でそんな違いがあるんですね。そうなんだ。進路のことも考えながら在留資格のことも調べておくといいよ。そういえばグロラボっていう団体が作っている動画があって、確か在留資格の動画があったような。へえ、そういう動画を作ってる団体があるんだ。じゃあその動画を見てみなよ。そうですね、そうしてみます。それとね、世の中にはアルバイトや正社員以外の働き方があることも知ってる？よくわからないです。
今はまだ知らなくてもしょうがないけど、あんちゃんにどんな働き方があるかこれから調べてほしいな。例えばね、会社に就職しないで自分で起業する人もいれば、契約社員とか派遣社員として働いている人もいるし、今のうちからいろんな働き方があることを知っておけば、将来自分がどんな仕事をやりたいかを考えるときにきっと参考になるよ。そうなんですね。それじゃあ調べてみます。皆さんこんにちは。今回はあんちゃんといとこのまいさんの話の中で登場したいろんな働き方についてご紹介します。こちらの表でお見せしているのはいろんな働き方の中でも一般的に知られているものになります。例えば正社員の特徴は他の働き方に比べて安定して収入を得やすいことですが、その反面会社によっては転勤や異動の可能性もあります。また自営業の場合は自分でいろいろ決めることはできますが、事業がうまくいかない場合は収入が減ったり全責任を自分が負うことになります。どの働き方にも魅力的な点と注意すべき点がありますが、どの働き方が一番いいという絶対的な正解はありません。たくさん仕事をしたいから正社員で頑張りたいという人もいれば、自分の好きな時に働きたいからアルバイトをしたいという人もいます。大事なことは皆さんがどんな人生を送りたいか、そのためにどのような仕事や働き方がいいのかということをしっかり考えながら、状況に応じて働き方を変えていくということです。高校卒業後の進路を考える際は、将来どんな働き方をしたいかということも考えて、いろいろな働き方についてぜひ調べてみてくださいね。